チャットボットクエリで、ニャンタについて教えてくださいというふうに聞いてみます。で、彼は猫のキャラクターで発信していますが、実際には猫を飼っていませんということで、こちらで設定した情報を使って回答を生成してくれていると。皆さんこんにちは。AI 部長ニャンタです。本日は、最近話題になっているエンベッドチェーンについて解説していきます。皆さんエンベッドチェーンって聞いたことあるでしょうか？ほとんどの人は聞いたことないと思うんですけども、エンベッドチェーンっていうのは、言語モデルと外部データを連携させることができるライブラリになっています。PDF とか Web ページとか YouTube とかの外部データと言語モデルを連携させることができて、それらのコンテンツの内容をもとに Q&A を行うことができます。はい。で、私のチャンネルをいつも見てくださっている方は、外部データを連携させるライブラリっていう風に聞くと、ラングチェーンとかラマインデックスを思い出すんではないでしょうか。で、これらのライブラリと何が違うのっていう風に疑問に思った人もいるかと思うので、エンベッドチェーンの特徴とか、あとは実際の実装を含めて紹介していきたいと思います。はい。それでは早速やっていきましょう。はい、最初にエンベッドチェーンの特徴なんですけども、一番の推しポイントとしては、めちゃくちゃ簡単に実装ができるということに尽きるかなと思います。ラングチェーンとかラマインデックスとかを使おうとする場合って、こんな感じで、いろんなパラメーターとかですね、考えることが、ありますと。自由度が高くて、いろんなことができる反面、プログラムに慣れてない人からすると、ちょっと大変かなと思います。で、エンベッドチェーンは、ここら辺が全て、見えないようになっていて、本当に数行で Q&A の実装ができます。なので、ちょっと Q&A がやりたいなっていう時に便利なライブラリとなっています。はい。ただ、エンベッドチェーンは基本的にネット上にあるデータに対する連携になります。なので、ローカルにある PDF を使って Q&A をやりたいなっていう使い方にはあまり向いていないかと思います。で、ここら辺は個人的にはちょっと追加してほしい機能かなというふうに思います。はい。あとは、複数のリソースを結合して Q&A をすることができるので、例えば、Web ページとか、PDF とか YouTube とか、これらをすべて設定しておけば、これらすべての情報の中から必要な箇所を参照して回答を生成してくれます。なので、いろんなデータソースに対して Q&A を行いたいという時に便利かなというふうに思います。で、個人的には Q&A をやるときって PDF の論文を読むときくらいしかないかなというふうに思ってたんですけども、皆さんはどうでしょうか？ Web ページとか YouTube とかでバリバリ Q&A 使ってるよとか、使いたいなっていう人がいたら、どうやって使ってるかとか教えてもらえると、今後の動画作成の参考になるので嬉しく思います。はい、それでは早速実装の方やっていきましょう。はい、それでは早速実装の方やっていきたいと思います。こちらの Google コラボのリンクに関しては、いつも通り概要欄の方に貼ってますので、そちらから飛んでいただければと思います。で、こちらの Google コラボなんですけども、このセルごとにプログラムを実行するというものになっています。で、セルを選んで、Shift Enter でプログラムを実行します。今、エンベッドチェーンと OpenAI のパッケージをインストールしています。はい、インストールが終わったら、続いて API キーの設定を行います。こちらも選んで Shift Enter で実行します。で、API キーを設定して Enter をします。これで今、OpenAI の API キーが設定できました。で、ここからエンベッドチェーンを使っていきます。で、使い方はすごい簡単で、チャットボットイコール、アップという風にして定義します。その後に、その YouTube とか Web ページとか PDF とか、それぞれどのコンテンツを参照させるかっていうのを設定する必要があります。で、例えば YouTube の設定だったら、チャットボット、.add。で、その後に YouTube ビデオっていう文字列と、あとはその YouTube の URL をですね、貼ってあげます。で、これで実行します。はい、そうするとこんな感じで、successfully saved ということで、total chunks count イコール4ということで、これは中では、YouTube の字幕の情報を使って、文章を分割して、その分割した文章、今4つに分割されていると。で、それがそれぞれベクトル化されて、データベースに保存するということをやっています。はい。で、エンベッドチェーンの、GitHub をちょっと見てみると、この下の方にですね、どういった技術使ってるかってところを書いてあります。で、Chroma as the Vector Database to Store Embeddings というふうに書いてあります。つまりこの Chroma っていう無料のデータベースを使って、ベクトルを保存してるよっていうふうに書いてますね。で、あとは OpenAI's Other Embedding Model to Create Embeddings ということで、OpenAI の Other Embeddings というもので文章をベクトル化しているのがわかります。で、この1行で、YouTube ビデオの字幕を取得して、その字幕を分割した後に、その Other Embeddings というモデルで、文章をベクトル化して、そのベクトル化した文章を ChromaDB に保存するということをやってくれています。
なので、これまで全てのコードを書いてたんですけども、それがこの1行で、全てできてしまうという感じになっています。で、ウェブページも、同じような感じで、このウェブページっていう風にして、そのウェブページの URL ですね。今回、こちらの、私のノートですね、これの記事を、読み込ませています。はい。これを設定して、実行します。はい。これも今実行が終わりました。はい。続いて PDF の設定ということで、こちらの PDF ファイルという風に設定して、PDF の URL を貼り付けます。でこちらの PDF に関しては、この厚生労働白書というものがあったので、こちらを使っています。で、こちらは、人口高齢化を乗り越える社会モデルを考えるということで、厚生労働省の方から出されている PDF ですね。結構中身が難しそうな感じがします。こちらも同じように実行します。はい、そうすると、トータルチャンクスが、48という風になりました。はい。で、ちょっと今分かったんですけども、これ4とか14とかですね、トータルのチャンクスを表しているみたいですね。なので14から48になっているので、34チャンクスぐらいが、増加したってことかなと思います。はい。で、エンベッドチェーンは、独自のデータを設定することができます。これをですね、自分で Q&A を作ってあげて、その情報をデータベースに保存しておくと。そうすると、その独自の情報を参照して回答を生成してくれます。で、やり方としては、この Q&A でペアという風に設定して、クエスチョンということで、YouTuber のニャンタはどのような方ですかで、答えとしては、ニャンタは AI の実践的な使い方を紹介していますと。猫は飼っていませんという情報を新しく追加してあげます。はい、こちらも選んで実行します。はい、そうすると今ベクトルが保存されました。はい、トータルチャンクスが49になったので、1つのチャンクスが増えたって感じですね。はい、今、独自データの設定も終わったので、続いてですね、その PDF とか Web ページとかの情報に対する Q&A をやってみたいと思います。はい。で、QA のやり方なんですけども、すごい簡単で、チャットボットクエリーという風にして質問を打ちます。ノートを参照して回答してほしいので、はい。レアゾンスピーチについて教えてくださいっていう風に質問してみます。はい。そうするとこんな感じで、レアゾンスピーチは株式会社レアゾンホールディングスが開発した音声認識に関するモデルやデータの総称ですということで、こちらで書いた私のノートの記事を参照して回答を生成してくれています。はい。もうちょっと聞いてみましょう。はい、そうすると、こんな感じで、in order to address the challenges of aging society ブラブラブラって感じで書いてあって、ちょっとですね、英語で出てきてしまったんですけども、こちらの PDF を参照して回答を生成してくれてるのかなっていうふうに思います。ただ、ちょっと英語で出てきても、ちょっと読みにくいなっていうところがあるので、これですね、変える方法があります。はい、で、機能をですね、変えてみようということなんですけども、今ですね、英語で出力されてしまっていますと。で、これなんで英語で出力されるかっていうと、もともと設定されているプロンプトが、英語で設定されていて、その英語に引っ張られて、出力も英語で出力されてしまうというふうに考えられます。じゃあ、その元々のプロンプトの設定っていうのを、日本語で書き換えてあげれば、出力もですね、日本語に変わるはずですと。はい、じゃあそれをやってみましょうということで、こんな感じでコードが書けます。今、エンベッドチェインの、エンベッドチェイン、インポートエンベッドチェインというものを、実行します。このクラスのアップというものですね。これの、ジェネレートプロンプトというところを書き換えてあげます。下記のコンテキストを用いて質問に答えてくださいと。で、わからない場合は答えを作らずわからないと答えてくださいと。で、質問と、回答は日本語で書きますという風にして設定します。はい。で、これを実行します。はい。で、これ何やってるのってところなんですけども、このエンベッドチェーンの中身を見ればやってることがわかります。これ今エンベッドチェーンの GitHub のレポジトリなんですけども、これのエンベッドチェーンの中身を見ていきましょう。はい。そうすると、このエンベッドチェーン .py というのがあるので、これですね。今これを読み込んでいます。で、これの下の方にですね、このアップというものがあって、このアップというものを使って、今、チャットボットを定義してるわけですね。じゃあこのアップっていうのは何かっていうと、このエンベッドチェーンっていうクラスですね。これを継承していると。じゃあこのエンベッドチェーンって何かっていうのを見ていくと、この上の方にですね、エンベッドチェーンっていうのが定義されています。これですね。じゃあこのエンベッドチェーンのどの機能を使ってるのかなっていうふうにこう見ていくと、ありました。ここですね。generate prompt ということで、インプットクエリーとコンテキストを受け取って、プロンプトを生成している部分ですね。ここを書き換えたいなっていうふうに思います。で、今これ見てみると、このプロンプトが、こんな感じで英語で設定されています。はい。で、これを日本語で書き換えようというところで、このようにですね、同じ関数の名前を使って、このアップを書き換えるということをやっています。
はい。そうすると、このアップっていうのが今、上書きされてるので、この後、アップというのを定義してあげると、この Generate Prompt っていう機能に関しては、こちらの機能を使ってくれてると。そんなイメージになります。ちょっと難しいと思うんですけども、こんな感じですでにあるライブラリーを、上書きすることもできます。なので、この Embed Chain の中身を見ていくと、こんな感じでですね、Get OpenAI Answer ということで、中身はですね、GPT-3.5 Turbo の、0613というモデルを使っているのがわかります。ここら辺も、そのモデルを変えたかったら、この関数を定義してあげて、この中でですね、GPT-4 とかですね、モデルの名前を変えて定義してあげれば、Embed Chain を違うモデルで使用するということもできます。はい、ちょっと脱線したんですけども、これ定義してですね、もう一回この PDF を読み込んでみます。はい、そうすると、こんな感じで、高齢化社会では、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるような、施策やサービスを提供する必要があります、みたいな感じで、先ほどは英語で答えられてたんですけども、ちゃんとですね、日本語で出力してくれるようになりました。はい。で、これはプロンプトを書き換えてるので、日本語で、答えてくれてるというわけです。はい。で、先ほどちょっとニャンタの、設定をしたので、それもう一回ちょっと設定してみたいと思います。Q&A ペアの、YouTuber ニャンタはどのようなことですかっていう設定ですね。これをやります。はい。で、その後に、チャットボットクエリーで、ニャンタについて教えてくださいというふうに聞いてみます。これ普通に言語モデルがこの情報を持ってるわけではないので、設定した情報をもとに回答してくれてます。こんな感じでニャンタは AI の実践的な使い方を紹介している YouTuber ですと。で、彼は猫のキャラクターで発信していますが、実際には猫を飼っていませんということで、こちらで設定した情報を使って回答を生成してくれているという感じです。はい、こんな感じで、PDF とか Web ページ以外で、自分で何か情報を持ってて、その情報を登録しておけば、質問をしたときに、必要であればその情報を使って回答を生成してくれます。なので自分の知識を溜め込んだオリジナルのデータベースっていうのを作っておいて、何か質問が来たときに、そのデータベースを参照して答えさせるということができるので、なんかいろんな使い方ができるのかなというふうに思います。はい、こんな感じで、エンベッドチェーン使えば、本当に数行で Q&A のシステムが作れるということで、興味がある人はぜひ使ってみてもらえればと思います。はい、以上でこの動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。労政労働白書。厚生労働白書。